光の中で、男は、静かに、そう思った。すべての記憶が、重なったとき、一つの顔が、浮かんだ。2025年3月、韓国、ソウル市内の大学病院で起きた出来事だ。手術室のモニターが、突然、甲高いアラーム音を鳴らした。心電図の波形が、完全に平坦になった瞬間だった。医師たちは叫んだ。看護師たちは走り回った。胸骨圧迫が始まり、除細動器が何度も放電された。それでも、男性の心臓は動かなかった。1分が過ぎた。5分が過ぎた。10分が過ぎた。医療チームは諦めなかった。しかし、脳波形のグラフは、ただ一本の直線を描き続けていた。完全な沈黙だ。医学的に言えば、この状態が続くほど、脳への不可逆的なダメージは深まっていく。31分後、奇跡が起きた。かすかな電気信号が、心臓に戻ってきた。脈が、ゆっくりと、確かに刻み始めた。医師たちはその瞬間を、誰も声に出せなかったと後に語っている。それほど信じがたい出来事だったからだ。集中治療室に移された男性は、数時間後、静かに目を開けた。周囲の医療スタッフが安堵の息をついたその瞬間、男性の視線が主治医の顔に固定された。そして次の瞬間、男性は突然、絶叫した。声は震えていた。顔は蒼白だった。男性が言った言葉は、その場にいた全員を凍りつかせた。あなたは、前の世で、私が殺した人です。医師は動けなかった。ただ、立ち尽くしていた。31分間、脳波が完全に停止していた人間が、なぜそのような言葉を発したのか、そして、その言葉が意味する恐ろしい一致とは何だったのか、すべては、この男性がまだ生きていた頃の、ある出来事から始まっていた。2025年、韓国、ソウル近郊のある町に、一人の男性が暮らしていた。名前はキム・ジュンホ。享年42歳。いや、正確には、まだ死んではいない。だが、あの日を境に、彼の人生は完全に変わってしまった。彼はごく普通の男だった。中堅企業に勤める会社員で、妻と小学生の息子が一人いた。趣味は登山と料理、職場での評判も悪くなく、近所でも穏やかな人柄として知られていた。特別なことは何もなかった。少なくとも、あの日の朝までは。2025年3月のある朝、彼は自宅の浴室で突然倒れた。心臓が止まったのだ。妻の悲鳴が響いた。救急車が呼ばれ、彼は意識のないまま病院へ搬送された。心肺停止。医師たちは全力で蘇生を試みた。1分、2分、5分。それでも心臓は動かなかった。10分が過ぎた。それでも、動かない。20分を超えた頃、ある医師が静かにつぶやいた。厳しい。その言葉に、誰も反論できなかった。そして、31分が経過した。医療の常識では、脳への酸素供給が止まって10分を超えると、重篤な脳障害が生じる可能性が高まるとされている。31分という時間は、もはや通常の意味での、生還が想定できる限界をはるかに超えていた。それでも奇跡は起きた。かすかに、心臓が動いた。モニターの波形が揺れた。医師たちが動いた。処置が続けられ、男性はかろうじて生命の側へと引き戻された。だが、彼が目を開けた瞬間、誰もが予想していなかったことが起きた。彼はそこにいた主治医の顔を見た。1秒、2秒、そして突然、絶叫した。声は震えていた。顔は蒼白だった。男性が言った言葉は、その場にいた全員を凍りつかせた。あなたは、前の世で、私が殺した人です。医師は動けなかった。ただ、立ち尽くしていた。31分間、脳波が完全に停止していた人間が、なぜそのような言葉を発したのか、そして、その言葉が意味する恐ろしい一致とは何だったのか、すべては、この男性がまだ生きていた頃の、ある出来事から始まっていた。次の瞬間、彼の意識は再び、どこか遠い場所へと飛んでいた。次の瞬間、彼の意識は、完全に肉体から切り離された。痛みは、なかった。恐怖も、なかった。ただ、静寂だけがあった。病院の天井が、すぐ目の前に見えた。いや、正確には、天井を下から見上げていた。違う。彼は、天井の位置から、自分自身の体を見下ろしていたのだ。手術台の上に横たわる男。それが、自分だと分かった。医師たちが、必死に動いている。
叫んでいる。機械が鳴り響いている。でも、その音はどこか遠く、まるで水の底から聞こえてくるようだった。彼は、その光景をひどく冷静に見つめていた。不思議なことに、怖くなかった。むしろ、何か懐かしいような、温かいような感覚があった。まるで、長い旅の途中で、ふと立ち止まったような、そんな感覚だった。医師たちの目には、何も見えていなかった。彼らが見ていたのは、心拍が止まった患者の体だけだった。しかし、彼自身は、確かにそこにいた、天井の近くで、すべてを見ていた。どれくらいの時間が経ったのか、わからない。1秒だったのか、1時間だったのか、もはや時間という概念が、意味をなさなかった。やがて、何かが変わり始めた。周囲の光景が、ゆっくりと溶けていった。病院の白い壁が、消えた。機械の音が、消えた。医師たちの姿が、霧の中に消えていった。代わりに、現れたものがあった。それは、風景だった。知らない場所のはずなのに、体の奥から、確かな記憶が湧き上がってきた。見たことのない景色、聞いたことのない言葉。しかし、なぜか、知っていた。その場所を、彼は、知っていた。体の中で、何かが震えた。恐怖ではない。しかし、恐怖に似た何かだった。その風景の中に、人影があった。そして、その顔を見た瞬間、彼の意識は、鋭く、凍りついた。知っている。この顔を、知っている。でも、それは、いつの記憶なのか、どこの記憶なのか、彼には、まだわからなかった。意識は、さらに深く、どこか遠い場所へと引き込まれていく。そこには、光があった。長いトンネルの、遥か先に、意識は、深く、深く、沈んでいった。もはや、手術室の音は聞こえない。モニターの電子音も、医師たちの声も、何もかもが、遠ざかっていた。代わりに、あったのは、静寂だった。完全な、静寂。そして、その静寂の中に、光があった。最初は、かすかな光だった。遠い星のように、ぼんやりと、揺れていた。しかし、意識が近づくにつれて、その光は、少しずつ、大きくなっていった。彼は、気づいた。自分が、トンネルの中にいることに、長い、途方もなく、長いトンネルだった。壁の質感も、床の感触も、何もわからない。ただ、前方に、光がある。それだけが、確かだった。足が動いているのか、それとも、体が光に引き寄せられているのか、それさえも、判断できなかった。ただ、近づいていた。光に向かって、ゆっくりと、しかし確実に、その時、声がした。来てはいけない。低い声だった。穏やかで、しかし、どこか、悲しみを帯びた声だった。彼は、立ち止まった。振り返ると、そこに、人影があった。男の人影だった。顔は、最初、ぼやけていた。霧の中に、溶け込むように、しかし、じっと見つめると、その輪郭が、少しずつ、はっきりとしてきた。知っている顔だった。いや、違う。知っているはずの、顔だった。記憶の中に、ある。どこかの、記憶の中に。でも、現在の自分の人生の中では、一度も会ったことがない。そのはずなのに、なぜ、この顔を、知っているのか。男は、何も言わなかった。ただ、彼を見つめていた。その目の中に、怒りは、なかった。恨みも、なかった。あったのは、ただ、静かな何かだった。悲しみ、とも違う。諦め、とも違う。強いて言えば、受け入れ、とでも呼ぶべきものだった。彼の胸の中で、何かが、きしんだ、言葉にならない感情が、波のように、押し寄せてきた。謝りたい、という衝動だった。何を謝るのかは、わからない。でも、謝らなければならない、という気持ちが、体の奥底から、湧き上がってきた。口を開こうとした。その瞬間、光が、強くなった。トンネルの先の光が、一気に、広がった。まるで、何かが、決断を迫っているように、男の人影が、薄れ始めた。まだ、時ではない。その声が、最後に、聞こえた。そして、光が、すべてを、飲み込んだ。次の境界で、何かが、始まろうとしていた。光が、すべてを飲み込んだ。その瞬間、男は、どこにいるのかさえ、
わからなくなった。上も、下も、ない。前も、後ろも、ない。ただ、白さだけが、広がっている。音が、消えた。息をする必要も、感じなかった。体が、あるのか、ないのか、それさえも、もう、関係なかった。ここは、どこなのか、男は、思った。でも、言葉が、出てこない。声が、ない。思考だけが、ゆっくりと、漂っている。その時、足の下に、何かが、現れた。地面では、ない。水面でも、ない。ただ、薄い、透明な、膜のようなもの。一歩踏み出すと、波紋が広がった。静かに、遠くへ、消えていく。男は、その場所に、立っていた。これが、教会だと、わかった。説明できない。でも、わかった。ここより先は、戻れない。ここより後ろは、もう、自分が来た場所だ。二つの方向が、あった。片方には、暗さがある。冷たくは、ない。でも、重い。何かを、引き受けなければならない。そういう重さが、漂っている。もう片方には、遠くに、小さな光がある。かすかな、温かみを持った光。騒がしい音が、かすかに、聞こえてくるような気がした。機械の音、人の声。あの光の先に、自分の体が、ある。男は、確信した。でも、足が、動かなかった。どちらへ進めばいいのか、そもそも、自分に、その選択ができるのか。さっきまで感じていた感情が、戻ってきた。あの人への、謝罪の気持ち。前の生で、自分が手にかけた。あの人、今の世では、自分の命を救おうとしている。あの医者、まだ、謝れていない。その思いが、胸の奥で、ずっと、揺れていた。謝らなければ、ならない。ちゃんと、言葉にして、伝えなければ、ならない。そのためには、戻らなければ、ならない。男は、ゆっくりと、顔を上げた。遠くの光が、少しだけ、大きくなった気がした。呼ばれている。そう、感じた。一歩、踏み出した。幕が、また、揺れた。波紋が、広がった。今度は、さっきより、深く、そして、光が、急激に、近くなった。引き戻される感覚。溺れるのとは、違う。包まれる感覚だ。暖かく、強く、確かに、意識が、一つに、集まっていく。散らばっていた記憶が、重なっていく。前の生と、今の生が、一つの線で、つながっていく。その線の先に、何が待っているのか、男は、まだ、知らない。でも、戻ることを、選んだ。次の瞬間が、始まろうとしていた。光が、満ちていた。暖かく、柔らかく、すべてを包む光が、男の意識は、今、一つの場所に集まっていた。散らばっていた記憶のかけらが、静かに、重なり始めていた。前の生の記憶が、まず、浮かび上がった。草原だった。風が強く吹いていた。遠くに山が見えた。自分の手が、震えていた。その手には、刃物が、握られていた。目の前に、倒れた人間がいた。動かなかった。もう、動かなかった。男は、その場面を、ただ見ていた。感情ではなかった。記憶だった。映像のように、鮮明に、静かに、流れていた。次の場面が、来た。逃げていた。荒れた地面を、必死に、走っていた。心臓が、痛いほど、鳴っていた。後悔ではなかった。恐怖だった。自分がしたことへの、恐怖だった。でも、その記憶の奥に、もっと深いものがあった。悲しみだった。殺した相手への、悲しみではなかった。自分自身への、悲しみだった。なぜ、そうしなければならなかったのか。なぜ、あの瞬間、別の道を選べなかったのか。答えは、出なかった。光が、また、強くなった。今度は、別の記憶が、流れ始めた。今の生だった。幼い頃の、自分の姿があった。母の顔があった。学校の廊下があった。初めて笑った記憶があった。初めて泣いた記憶があった。誰かに助けられた場面があった。誰かを傷つけた場面も、あった。すべてが、つながっていた。前の生も、今の生も、一つの流れの中にあった。切り離されたものではなかった。同じ魂が、同じ問いを、繰り返していた。なぜ、
生きるのか、なぜ、出会うのか、なぜ、傷つけられるのか、答えは、まだ、見えなかった。でも、問い続けることに、意味があるのかもしれなかった。光の中で、男は、静かに、そう思った。すべての記憶が、重なった時、一つの顔が、浮かんだ。白衣を着た男の顔だった。穏やかな目をしていた。でも、その目を、男は知っていた。前の名まで、最後に見た目だった。あの人が、ここにいる。その事実が、今、すべてを変えようとしていた。男は、戻ることを、選んだ。光が、遠ざかる。意識が、重くなる。体の感覚が、戻ってくる。次の瞬間、男の目が、開く。目が、開いた。白い天井が、見えた。眩しかった。頭の中が、ぐるぐると回っていた。体が、重かった。息が、できた。自分の胸が、動いているのが、わかった。生きている。その実感が、全身に、じわじわと広がった。どこかで、誰かの声がした。心拍が戻っています。心拍、確認できます。緊張した声だった。それがだんだんと、安堵の声に変わっていった。先生、戻りました。戻ってきました。足音が、近づいてきた。男は、ゆっくりと、首を動かした。視界が、ぼやけていた。白い光が、滲んでいた。それでも、そこに誰かが立っているのは、わかった。白衣を着た人だった。男の目が、その人物に焦点を合わせようとした。輪郭が、少しずつ、はっきりとしてきた。顔が、見えてきた。その瞬間だった。男の喉から、声が、飛び出した。あなたは、かすれた声だった。31分間、止まっていた体から絞り出した声は、震えていた。それでも、その言葉だけは、はっきりと出てきた。医師は、驚いた顔で、男を見た。気がつきましたか？わかりますか？ここがどこか。男は、答えなかった。ただ、その顔を、見続けた。穏やかな目だった。細い目尻に、小さな傷跡があった。左の眉の端に、うっすらと残った古い跡だった。男は、知っていた。その傷を、自分が作ったことを、あなたを、私は、知っています。声が、また震えた。前の名まで、私が、あなたを、そこまで言って、男は、言葉を止めた。涙が、両目から溢れていた。おえつが、喉の奥からこみ上げてきた。医師が、わずかに、眉を潜めた。周りの看護師たちが、互いに目を合わせた。誰も、何も、言えなかった。31分間、脳波が完全に止まっていた時間。医学的に、意識が存在するはずのなかった時間。その空白の中で、この男は、何かを見てきた。誰かと、会ってきた。そして、今、その誰かの前に、戻ってきた。医師は、静かに、男の手を取った。何も言わなかった。ただ、その手を、握った。そのぬくもりが、男の涙を、さらに溢れさせた。部屋の中に、長い沈黙が、落ちた。この再会が、何を意味するのか。男の帰還は、終わりではなかった。本当の意味での、始まりだったのかもしれない。男の帰還は、静かな波紋を、広げていった。病室の窓から、春の光が、差し込んでいた。あの日から、すべてが変わった。男自身も、そして、彼を取り巻く人々も、まず、変わったのは、言葉だった。以前の彼は、多くを語らない人だったという。家族との会話も、どこか表面的で、感情を見せることを、苦手としていた。しかし、目を覚ました後の彼は、まるで別人のように、柔らかくなっていた。妻は、こう話している。退院して最初の夜、夫は私の手を握って、ありがとうと言ったんです。結婚して15年、初めて聞いた言葉でした。その言葉は、短い。しかし、その重さは、計り知れないものだった。息子も、変化を感じていた。父が、僕の目を見て話してくれるようになった。前はいつも何かに追われているような顔をしていた。でも今は、違う。どこか、安らいでいる。男は、自分の中で、何かが解けたと言った。長年、胸の奥に抱えていた、重いものが、それが何だったのか、彼自身も、うまく言葉にできない。ただ、軽くなった。と、医師との関係も、不思議な変容を、
遂げていた。あの涙の再会の後、二人の間には、言葉では説明できない、つながりが生まれていた。主治医は、男の会心のたびに、少し長く、病室に泊まるようになった。医療的な説明を超えた、何かを、共有しているかのように、男は、毎朝、窓の外を眺める習慣が、できたという。空を見て、深く息を吸う。ただ、それだけ。しかしその時間が、一日の中で、最も大切なものになった。という。周囲の人々も、戸惑いながらも、その変化を、受け入れていった。説明できないことが、起きた。しかし、目の前にいる彼は、確かに、穏やかで、温かかった。臨死体験が、人を変える。それは、世界中の研究者が、報告してきた事実でもある。しかし、今回の事例は、それだけでは、終わらない。前世の記憶、魂の負債、そして、現実との一致。この出来事を、科学は、どう説明するのか、そして、精神世界は、何を語るのか。次は、この体験をめぐる、二つの視点が、真正面から、ぶつかり合う。科学と、霊性、この二つは、長い時間をかけて、対立し続けてきた。しかし、今回の事例は、その対立の構図そのものを、根底から揺るがすものだった。まず、科学的な視点から、整理しよう。心停止31分間。脳波は、完全に停止していた。医学的に言えば、その間、意識は存在しない。記憶を形成する神経回路も、動いていない。感覚も、思考も、夢さえも、生まれる余地はなかった。それが、医療の常識だ。しかし、彼は、その、存在しないはずの時間の中で、何かを見ていた、感じていた、そして、覚えていた。臨死体験の研究者たちは、この矛盾に、長年向き合ってきた。オランダの心臓専門医、キム・ファン・ロンメル博士は、心停止中の臨死体験を系統的に調査し、意識は脳に依存しないという仮説を提唱した。意識が、肉体の外に存在し得るという考え方だ。しかし、前世の記憶となると、話はさらに複雑になる。バージニア大学のヤン・スティーブンソン博士は、生涯をかけて3000件以上の前世記憶の事例を収集、検証した。子供たちが語る前世の名前、場所、死因、それらが実際の歴史的事実と一致するケースが相次いで報告された。彼の研究は主流科学からは今も懐疑的に見られている。しかし、否定しきれない事実が積み重なっていることもまた確かだ。今回の事例で医療チームが最も驚いたのは内容の具体性だった。彼が語った前世の記憶には場所の描写、季節の空気感、そして相手の体の特徴まで含まれていた。主治医の右肩の古い傷跡、それは本人しか知らない情報だった。霊性の視点は、この問いに別の答えを差し出す。魂は死によって消えない。そして解決されていない因縁は形を変えて次の生へと持ち越される。今世での出会いは偶然ではなく必然だ。魂が生産の機会を自ら引き寄せるのだと、どちらの視点が正しいのか、今の時点では誰も断言できない。ただ、一つだけ言えることがある。この体験は彼の人生を永遠に変えた。そして、主治医の人生もまた同じように。次は、この体験が二人の人間に刻んだ深いメッセージへと向かう。彼は今、こう語っている。あの体験は自分を壊し、そして新しく作り直してくれたと。31分間、心臓が止まっていた。脳波は完全に沈黙していた。医療的には彼はすでに死んでいた。それでも彼の魂はどこかへ旅をしていた。そして戻ってきた。目を開けた時、最初に見えたのは主治医の顔だった。そしてその瞬間に全てを思い出した。前の生で自分がその人を殺した。その記憶が鮮明に痛みとともに蘇ってきた。彼は言う。あの記憶は夢ではなかった。幻覚でもなかった。それは本当のことだったと。恐怖よりも先に罪悪感が来た。悲しみが来た。そして謝りたいという強い衝動が来た。主治医はその告白を聞いて最初は言葉を失った。しかしその後静かに言ったという。
あなたが今、ここで生きていることが答えだと思います。と、二人の間に流れた、その沈黙の重さは、どんな言葉でも表現しきれないものだったと、彼は振り返る。この体験が彼に教えたことは、一つだ。出会いに、偶然はない。憎しみも、愛も、傷も、すべては、魂が選んだ縁だ。そして、その縁は、清算されるまで、形を変えながら、繰り返される。大切なのは、逃げることではない。向き合うことだ。今世で出会った人たちの中に、あなたが知らないだけで、深い縁を持つ魂が、いるかもしれない。その人との関係が、苦しければ苦しいほど、そこには、何か大切な意味が、隠されているのかもしれない。彼は今日も、主治医と、連絡を取り合っている。敵として始まった魂の縁が、今は、静かな友情へと、変わりつつある。これが、魂の、本当の姿なのかもしれない。